シリンダーヘッドカバー周りのオイル漏れ対策はしたんですが、エンジンとミッションの継ぎ目のところにオイルが少し滲んできているところを見ると、おそらくクランクシャフトのクラッチ側、若干のオイル漏れが始まっているように感じます。そして見つけてしまったのがこちら。ドライブシャフトのブーツが完全に裂けてしまっているのを発見してしまいました。早急に対策する必要がある部分です。どうも、黒ガレージです。今回の動画は私の愛車の1台でもある2005年式富士重工製のサンバートラックを紹介しようと思います。富士重工製のスバルサンバーといえば、4気筒エンジンに4輪独立懸架サスペンションなど、スバリストのみならず車好きなら興味を持つ要素がかなり多く含まれている車両だと思います。さらにこちらのサンバーちゃんはスーパーチャージャーマニュアル4駆、さらにハイルーフということで、生産が終了した今となっては希少性が高くなってきている1台なんじゃないかなというふうに思います。この子が僕の元にやってきてから約1年半から2年ほどの時間が経過しておりますが、今回は僕の手元に来た経緯やこのサンバーちゃん内装外装下回りも含めて程度の状態を皆様にご紹介していこうと思います。このサンバーちゃんを紹介していきながら、その合間にね、今後どんなカスタムをしていくのか、どういったメンテナンスをしていくのかなんていうところも皆様にご紹介しようと思いますので、ぜひとも最後までご視聴お願いします。このチャンネルはとりあえず何でもやってみるをテーマに、自分の人生を DIY していけるようなおじさんのサブカルチャンネルを目指しております。この他にもいろいろな動画や企画をたくさん考えているので、気になる方はぜひチャンネル登録お願いします。ということで、まずは外装を紹介していきます。こちら2005年式のサンバートラック、スーパーチャージャーマニュアル4駆のハイルーフの車両です。この車は僕の元に来るまで新車からワンオーナーだった車両で、元のオーナーさんは建築関係のお仕事をされていました。なので荷台の部分に関してはこのように建築資材が積まれていた跡と思われる小傷汚れなどは目立ちますが、後ろの煽りに関しましては煽りのサイズに切り出したコンパネが固定されていて、長物を積む時の当て板としてコンパネがついていたので、煽りの内側も綺麗な状態です。荷台の部分はこのように少し傷や汚れ、錆などが目立つような状態ですが、キャビンなんかはですね、まだまだツヤがある綺麗な状態を保っています。以前のオーナーさんは屋根付きの保管場所に車両がずっとあったということなので、ボディの紫外線劣化は最小限に済んでるのかなというふうに思います。平成17年2005年ということで、撮影時点でもうすでに21年の時が経過したこちらのサンバーちゃんですが、25年が経過しているとは思えないほどパッと見の外装の綺麗さがあるかと思います。ヘッドライトに関しては綺麗な状態を保ってはいるものの、このように少し黄ばみが出てきている部分もあると思うので、ヘッドライトの黄ばみ取りなんかも動画にしても面白いと思っています。またこの鳥居に関しては当時の純正オプションの鳥居だったらしく、今はなかなか入手困難になっている鳥居だそうです。ボディに関しては大きな補修全塗装などをするつもりはないんですけれども、この鳥居は少し錆が目立つようなところもあるかと思いますので、この鳥居だけは一度塗装を剥離して錆を落として綺麗に塗装し直してもいいかななんていうふうには思ってます。外装に関してはこの子が僕の元にやってきてから変更した点はタイヤ、ホイール、リフトアップスプリングのみです。こちらフロント側のタイヤですが、以前もう10年以上前に中古で購入した5次元のアルミホイール、別の車に取り付けていたものが自宅に余っていたので、こちらのホイールを使って東洋タイヤのオープンカントリー、これを履かせています。そしてリフトアップスプリングなんですが、こちら少し汚れてしまっていますが、こちらのシルバーに輝くスプリングはフォレストオートさんのリフトアップスプリング FAF リフトアップスプリングを装着しております。これまで僕が所有した軽バン軽トラに関しては全てフォレストオートさんのリフトアップスプリングを装着しております。アクロ走破性の向上や乗り心地改善など、個人的にとてもおすすめなリフトアップスプリングだったりしますので、気になる方はですね、フォレストオート FAF リフトアップスプリングで検索してみてください。次は車内を紹介しようと思います。内装はこのような感じです。このサンバーちゃん、僕の手元に来てから内装も大きく手を加えてはいません。強いて言うならば、急遽使う必要が出たので、シガーライター電源から電源が取れるように加工した ETC がついていたり、ドリンクホルダーや灰皿、そういったものを追加しただけで大きな変更点はありません。パワーウィンドウではなく手回し
の窓がついているということも個人的にはポイントが高かったりします。運転席側から覗いてみます。運転席側からの様子はこんな感じです。皆さんこちらのサンバーちゃんの走行距離気になるところだと思いますので先にお見せします。走行距離は8万5000キロを少し超えたぐらいです。僕の手元にやってきてから約1年半から2年、僕が走行した距離は約5000キロちょっとという距離になります。なぜ僕が新車から25年も経過したスバルサンバーを迎え入れる判断をしたかというと、走行距離を見ていただいてわかる通り、僕の普段の生活では軽トラックを普段の足として使う必要がなく、必要な時にだけ乗り出して普段は屋根付きの場所で保管することができるからなんです。スバルサンバーが生産を終了してかなりの期間が経った今、希少な個体の弾数がどんどん少なくなっていってしまってます。なので僕が所有することが保存活動の一端を少しでも担うことができるかなと思って購入に至りました。カスタムを目的として程度のいいオリジナル状態に手をつけてしまうのではなく、悪くなった部分を補修、修理、すぐにオリジナルに戻すことができるようなカスタムをこのサンバーちゃんで楽しんでいきたいと思っております。運転席に座った内装の雰囲気はこんな感じです。特にこちら、パートタイム4駆のボタンがついていて、エクストラローがついているのがわかるかと思います。スバルのサンバーはいろいろな派生モデルが存在していて、パートタイム4駆にエクストラロー、さらにデフロックがついた農家さん向けの仕様もあったかと思います。また、スバルサンバーといえば赤棒でおなじみだったりもするかと思いますが、このサイドブレーキ、赤棒仕様のサンバーはサイドブレーキを上げた状態でレバーだけを下に下ろすことができるような機構のものも存在しているというふうに聞いたことがあります。それはね、この狭い車内の中で足を伸ばしてドライバーさんが休憩を取るときにサイドブレーキが邪魔になってしまわないようにだとか、こちらのシフトレバーも特殊な操作をすることでカコンと内側に折れるような機構のものもあるというふうに聞いたことがあります。このあたりの赤棒仕様のサンバーの仕様の違いなど詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひともコメントで教えていただければと思います。それと個人的に使い勝手がいいと思う点はここなんですが、このように助手席のシートの座面が起き上がることで、その下にある書類入れや車載工具に容易にアクセスすることができるという点もサンバーの魅力の一つだなというふうに感じてます。車内も僕のところに来てからしっかり車内を清掃してあげるということもまだしていないので、この先ね、内装外装ともに綺麗にする動画撮影したいというふうに思っております。またこちらの個体ハイルーフということもあって頭上のスペースがかなりあるのがわかるかと思います。例えば助手席側の屋根の上にこういったヘッドレストのネジやアシストグリップのネジをうまく活用してさらに収納棚を作ることができたり、そもそもこちらについているオーバーヘッドコンソールなんかもさらに有効活用できるような棚を製作することもできるかななんていうふうに思ってます。とにかくね、軽トラの車内はスペースが限られているので、そういったスペースを有効活用できるような DIY をしてもいいのかなというふうに思っております。ナビもね、おそらく当時の CD プレイヤー兼ラジオのようなものがついておりますが、手持ちにねある 2D のインダッシュのナビなんかもここに取り付ける動画なんかも撮影したいと思ってます。ステアリングに関しては実はもうすでに定番の革巻きステアリングを手に入れていたりもします。運転していて常に手が触れるステアリング、ここが自分のお気に入りのステアリングに変わっていれば気持ちよく運転できるポイントの一つにもなると思うので、もうすでに購入してあるこちらのステアリング近々交換する動画を皆様にご紹介しようと思っています。続きましてエンジンルーム皆様にご紹介しようと思います。富士重工製のスバルサンバーは駆動方式が RR ということで荷台の後ろのこの位置にエンジンがあります。掃除をサボっているのでホコリが被ってしまっている状況があるかと思いますが、エンジンルーム内年式の割には綺麗な状態を保っているかと思います。詳しい記憶は定かではないんですが、僕の手元に来てからですね、こちらヘッドカバーを外しまして、こちらのサンバーの持病であるオイル漏れ、オイルにじみ対策をヘッドカバー周りだけは一度した記憶があります。そしてこちらのイグニッションコイルもどちらかが熱で溶けて割れてしまっていたので、それも仲間のサンバーマニアから解体車から外したものを譲ってもらって交換した記憶があります。その時に合わせてプラグコードも交換した。いずれにせよ現状ホコリを被ってしまってお世辞にも綺麗と言える状況ではないので、今後内装外装を徹底的に綺麗にする際にこのエンジンルームも綺麗にしてあげたいと思っています。
後ろから覗いた下回りはこんな感じです。ここがミッション。こっちがエンジン。ここがシリンダーブロック。シリンダーヘッドカバー周りのオイル漏れ対策はしたんですが、エンジンとミッションの継ぎ目のところにこのようにオイルが少し滲んできているところを見ると、おそらくクランクシャフトのクラッチ側、こちらのシールも若干のオイル漏れが始まっているように感じます。このあたりはあまりひどくなるようであれば対策をしなければいけないというふうに思いますが、ここは様子を見ながら今後の経過を見守っていきたいと思います。そして別の動画を撮影しようとした時に見つけてしまったのがこちら。ドライブシャフトですね。ドライブシャフトのブーツが完全に裂けてしまっているのを発見してしまいました。このように中のグリスが飛び散ってしまっていて、ブーツが完全に割れてしまったのも発見しました。ここはね、このままですと車検も通りませんし、何よりこのドライブシャフトのジョイント部分を傷めてしまう可能性があるので、早急に対策する必要がある部分です。他の部分に関しては多少のひび割れあるものの、その他のブーツに関しては現状割れは認められませんでした。それ以外に関しての下回りの錆は、多少の錆は見受けられますが、大きな鎖や腐食は感じられません。奥の方に見える荷台の裏側、ここに関してもほとんど錆は見受けられません。下回りから見ても見ることができるフォレストオートの FAF リフトアップスプリング。このスプリングがついているだけで所有欲をさらに満たしてもらえます。横から覗き込んで下回りの錆がどうか見てみようと思います。洗車をサボっているので泥汚れや多少の錆が浮いているのが確認できるかと思いますが、深く侵食しているような錆はフレームにも一切なく、表面の錆だけに留まっているのがわかるかと思います。サンバーのキャビンの持病である運転席、助手席側の後ろの部分、ここに関しても多少の錆は出ていますが、大きな鎖や穴が開いてしまっていることもなく、今対策をすればこれ以上錆が侵食しないように対策することができるような状態です。反対側も同様に大きな腐食や錆や穴が開いている状況は見受けられません。この辺りの錆も表面だけの錆にとどまってます。キャビンの錆に関してはこちら側は出ていない状態ですね。このフロントのマットガードの裏側、ここが腐食でボコボコになっていたり、穴が開いてしまっているような様子も見受けられないです。年式の割には下回りの錆も含めてかなり程度がいいのがわかるかと思います。さらにね、下回りを除いて下回りの様子を皆様にご紹介しようと思います。下回り覗き込みました。下回りの様子は全体的にこんな感じです。こちら側が見やすいのでご紹介しますが、富士重工製のサンバーはラダーフレームのボディを採用しています。このラダーフレームのフロントに向かうこの三つ股の部分、ここがよく錆びついてしまうっていうことで、富士重工製のサンバーのウィークポイントだったりもするようなんですが、外側から見てもとても綺麗な状態を保ってると思います。このあたりもですね、しっかりと汚れを落とした上で防水処理なんかをして、錆が進行して穴が開いてしまうようなことがないように綺麗にしていきたいというふうに思っています。反対側のフレームも同様に汚れてはいれど大きく腐食して穴が開いてしまっている状態がないのは見受けられるかと思います。そしてね、こちらパートタイム4区ということで、フロントにもドライブシャフトがついておりますが、フロントのドライブシャフトのブーツ、多少硬くなってきているような状態は見受けられますが、特に穴開きや裂けなどはなく、完全にアウトという状態ではないというのがわかるかと思います。前から後方を覗くとこんな感じ。はい。後ろからエンジンがあって、ミッションがあって、プロペラシャフトがあって、フロントデフがあって、パートタイム4区のための左右のドライブシャフトがついている。とてもわかりやすくね、シンプルな構造になっているのがわかるかと思います。下回りの状態もかなりいいのがわかるかと思います。この子がね、僕の手元にある限りは、これを少しでも綺麗にして、こういった個体が長持ちするように大事に保管していきたいというふうに思います。ということで、一通りこのサンバーちゃんの内装、外装、下回り、エンジン周りともに紹介をさせていただいたので、少しね、運転しながらその様子とともに、このサンバーちゃんについてお話ししていこうと思います。僕はね、5年ほど前にこの田舎に移住したということで、日常生活でね、このようなのどかな田園風景が広がるようなところで生活しています。そういったところで生活するには、やっぱり軽トラは1台必要だったりもして、ご縁をいただいて手に入れることになりました。スーパーチャージャー付きのサンバーがすごく力を発揮してくれるのはこういった坂道です。今これ2速で登っていますが、これを3速にしたとしても
アクセルを踏み込めば力強く登ってくれます。これがターボもしくはスーパーチャージャーのような下級機がついていない軽トラだと、この速度域だと3速に入れるとトルクが足らずにエンジンが止まってしまったりします。下級機といっても軽自動車に搭載されているターボチャージャーではなく、エンジンが低回転の時からその下級の恩恵を得られるスーパーチャージャーを選択して装着した富士重工製のサンバー、もしくは富士重工製の軽自動車たちのラインナップっていうのは、開発した方々の技術屋さんとしての誇りやプライドみたいなのも感じますし、世にいるスバリストと呼ばれるスバルという会社のファンの人たちもスバルのそういった姿勢に共感してるからこそスバルのファンなんだなというふうにも感じます。そしてね、四輪独立懸架の足回りに加えてフォレストオートの FAF リフトアップスプリングを装着していることによって足回りのしっかり感がさらにアップして、こういったちょっとしたワインディングのような道を流して走るのもとても楽しく運転することができます。昨晩から続いた雨が上がって晴れ間も出てきて気持ちがいいので、このままこのサンバーちゃんを運転してドライブをしたいところではあるんですが、先ほどドライブシャフトのブーツが裂けているのを発見してしまったので、今日はこのままおとなしく帰ろうと思います。最後に富士重工製のサンバーといえば4気筒エンジン、今時の軽自動車にはなかなかない希少な4気筒エンジンを搭載しておりますので、全開というわけにはいきませんが、そのエンジン音とですね、加速の様子、皆様にご覧いただければと思います。運転しているとね、後ろから聞こえてくるこの排気音がたまらなく気持ちよかったりもします。こんな感じでですね、僕の住んでいる近所のこんなのどかな場所で撮影をしてみました。他にもね、まだご紹介していない僕の愛車や今後控えているカスタムや企画などありますので、この動画が興味深いと思ってくださった方、楽しいと思ってくださった方は、ぜひとも動画の評価お願いします。またね、富士重工製のスバルサンバー、僕もそこまで詳しいわけではございません。サンバーについて詳しく知ってる方などいらっしゃいましたら、コメント欄にてご指導ご鞭達いただければと思います。ということで、今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。